五十嵐教育長の弁護士を訴えました。はい、皆さんこんにちは。渋谷区議会議員の金子康之です。今週の水曜日の日に私、議会に呼ばれまして厳しい取り調べを受けました。五十嵐俊子教育長、この人がいじめ問題の当事者であるということを隠して教育長に就任したと。この問題私 YouTube や議会、自分のブログ、様々なところで常日頃訴えておりますけれども、これに切れた五十嵐俊子教育長が弁護士を使って渋谷区議会に抗議の手紙を送ってきたんですね。私の動画などご覧になっていただいている方はご存知かもしれませんけども、水曜日の日、私、区議会の幹事長官に呼ばれて、しこたま怒られました。自民党、公明党、特にきつかったのが公明党の議員さんですね。もうね、すごい剣幕で、許せないと、断じて、遺憾であると。遺憾だったかな、遺憾だってると遺憾法みたいだけど、とにかくね、すごい勢いで、説明してもらいたいと。もう厳しい言葉でめちゃめちゃ怒られたんですけれども、私は一切ひるむことなく、五十嵐俊子教育長がいかに人の道に外れているかと、自分の保身のために、自分が小学校の校長であったの、自分の学校で起きた、いじめのこと、これを隠蔽して、渋谷区議会にも一切説明もせず、これ長谷部区長も同罪なんですけども、長谷部区長も五十嵐俊子さんがいじめの当事者であることを知りながら議会に全く内緒で推定無罪だから説明する必要はないなんてね言って、15万部無駄にした300万税金無駄遣いしたことはテレビの報道されましたけれども、そういった話を私今節丁寧に、区議会に皆さんが分かりやすく分かるように理解できるように丁寧に説明しました。約1時間ほど取り調べがあったんですけれども、結論としては、嫌疑不十分、要はどうしたらいいのかわからないということで、結論を言うとですね、五十嵐俊子教育長から来た弁護士に対しては返事はしないということが決まったんです。私はですね、こう言ったんです。皆さん、私の金子康之こうやって呼び出して、皆さん散々罵声を浴びせておきながら、結論、五十嵐教育長の弁護士に返事しないっていうのはどういうことですかって、返事した方がいいんじゃないですかって私ね、議長に聞いたんですね。で、そうすると、議長さんや、他の、方が言うには、ほっとこうと。特に、返事する必要もないし、議会の外の子なんで、ほっとこうと。で、金子に言うことももっともなんでっていうね、特に返事する必要はないということになったんです。私、さらに重ねて言ったんですけども、いや、これやっぱり、弁護士さんも、五十嵐さんも、弁護士にお金払って、こうやってわざわざ訴えてきてるんだから、最低限何らかの紙ペラ1枚でも返事した方がいいんじゃないですか、ということを言ったんですけども、結論言うと、渋谷区議会の総意として、五十嵐俊子教育長からの抗議文については、無視と、返事しないということに決まりました。となるとですね、皆さんおかしくありませんか？私に対する警告書は、五十嵐俊子さんから来た警告書は、区議会全員の総意として無視していいっていうことはですね、全く意味がない警告書だったってことじゃありませんか？五十嵐さんが弁護士にいくら払ったか分かりませんけども、この弁護士も調子に乗って私のところに直接言えばいいものを、なぜか区議会の議長に抗議文を送ってきたと。でですね、これ、昨日の一昨日の動画でも、お話をしましたが、堀切年人、議員の話によるとですね、これ自体が弁護士法違反らしいんですね。というのは、弁護士というのは、あくまでその弁護士法の、決められた、その弁護士法の範囲の中での仕事はできるんだけども、これ関係ないところに、騒ぎを持ち込んでですね、例えば、勤務先に、その本人のトラブルをわざわざ関係ない勤務先に持ち込んで、勤務先の上下関係を使って問題を解決させようとか、そういうことは、弁護士法違反になるということで、実際にそういう、関係ないところに話を持ち込んで、その、弁護士の不法行為というかですね、不正で懲戒処分を受けた弁護士っていっぱいいるらしいんですね。で、実際それに当たるんじゃないかということで、昨日1月13日、私堀切年人議員とともに、東京弁護士会に行きまして、この五十嵐教育長の弁護士に対する懲戒請求書を提出してまいりました。無事懲戒請求は受理されましたので、いずれ、当該弁護士は、弁護士会に呼び出されて、聴取を受けるだろうということで、皆さんちゃんとね反撃してきましたよ。正義は勝つ。
とにかく、こういう自分の保身そのものですよね。この五十嵐俊子さんが弁護士を使って、ね、恐れることもなく、議員に対して圧力をかけてきたっていう、多分この方はこのように、今までもずっと、ね、前勤めてた小学校とか、校長の時もきっとおそらくこうやって自分の部下の先生とか、関係する人、都合の悪い人に対しては、こうやって圧力をかけてきたんでしょうね。今回ね、相手が悪い、と思うんですけれども、私、幸か不幸かこの手の、トラブルというかですね、いつも私、何でも正直に本当のこと言っちゃうもんですから、こういう、圧力って多いんですよ、変な話ね。ですから、反撃されるの慣れてるんで、来るだろうっていう想定の範囲なんで、すぐこうやって反撃できたんですけども、多分一般の人だったらそうじゃないんかもしれませんよね。弁護士から突然ね、なんか手紙が来て、で、職場の上司に呼ばれてね、おい、なんとかくんって言ってね、こういうの来てるけど、どういうことなんだって言って、会社の上司とかに言われたらこれ嫌じゃないですか。こういう、悪い、依頼人の五十嵐俊子さんも悪いけど、弁護士も悪いと。はい。一昨日の動画で、この、ね、弁護士、名前、あえてここでは弁護士の話、名前は伏せておきますけども、なんとか弁護士さん、ね、両親があるんだったらすぐ連絡してくださいよって、私動画でお話したんだけど、未だに連絡がありませんので、もうこの、動画でもって、この悪徳弁護士って言っていいのかなとかわかんないけども、ね、この悪い懲戒請求の対象となる、ね、懲戒、この人にきちんと制裁してほしいと。なんかおそらく、結論としてですね、弁護士会の、懲戒委員会っていうんでしょうかね。なんかそこの中で、弁護士の人たちが集まって、今回の行為が適切だったのかそうじゃなかったのかということをきちんと調べて、その人の制裁を加えるみたいです。無罪になるのか、あるいは、ね、懲戒処分で免許取り消しになるのか、それとも、ね、業務停止1週間とか1ヶ月とかなるのかわかりませんけども、いずれにしてもその結果は私のところに来るそうですので、またお伝えさせていただきたいと思います。いずれにしてもですね、正義は勝つということをキャッチフレーズに、この皆さんのね、悪どい、この NHK、それから、こっちですよ、こっち。カメラさん、こっち。カメラさんが調子悪いね。こっちに渋谷区役所あるんですけども、ね、不正の館、NHK と渋谷区役所をぶっ壊す。それからね、もう一つ、N リンクスって会社皆さんご存知です？ N リンクス。上場企業で N リンクスって会社があるんですけど、こちらのね、渋谷区役所、間違えた、NHK から、業務委託を受けている集金人を派遣する会社があるんですね。NHK の営業の下請けっていうんですか？皆さんとこピンポーンって来て、NHK の集金に来ますでしょ？これを、会社の業務としてって、N リンクスっていう会社があって上場企業なんですけども、株価がね、暴落してるんですよ。って言って、なぜかというと、NHK が営業の外注やめるらしいんですよね、報道によりますと。はっきり決まっていることなのかどうなのか、N リンクスは、プレスリリース出して、ちょっとよく、まだ決まってないって言ってるみたいですけれども、おそらく NHK ももう、ね、経営がどうなのかわかんないんで、とにかく評判が悪い、その営業の外注をやめるということで、その、N リンクスって会社のね、売上の半分以上は NHK の営業の仕事なんですね。そういうね、人様の家にピンポンして無理やり NHK 契約させる、そういう悪い NHK のね、こちら NHK、それからあちらの、渋谷区役所の五十嵐俊子教育長、こういう悪い奴は断固としてぶっ壊しますんで、引き続きお願いいたします。今日もご視聴ありがとうございました。ごきげんよう。さようなら。